瀬名と信康。どうする家康に学ぶ日本史。二人が自害したわけ。徳川家康の正室瀬名築山殿と嫡男松平信康は突然に命を絶たれるのだが、この瀬名信康殺害事件は多くの謎に包まれている。二人は共に自害という形をとったようだが、織田信長の命令によるとも、家康の判断に基づいてとも言われている。そのため瀬名と信康の武田氏内通説や五徳姫残言説などさまざまな仮説が唱えられてきた。そして近年一つの仮説として大岡弥四郎事件関与説が注目されている。瀬名と信康の自害には大岡弥四郎の謀反未遂事件が密接に関わっていたというのである。瀬名信康殺害事件について詳しく見ていこう。松平信康は桶狭間の戦いの前年の1559年永禄2年、徳川家康と瀬名築山殿の長男として家康がまだ今川氏の人質時代に駿府で生まれている。徳川の姓は徳川宗家と御三家の当主だけが名乗ることを許された。そのため信康は嫡男ではあったが、家督を継ぐことなく生涯を終えたために徳川ではなく松平信康と呼ばれている。徳川家康が今川氏から独立して織田信長と同盟を結ぶと、信康は信長の長女五徳姫とまだ9歳同士で結婚している。元服して岡崎城主となった信康は14歳の時に長篠城攻めで初陣を果たしている。1577年天正5年の遠州横須賀の合戦では、家康が危機に陥ると信康はしんがりを買って出て武田軍を大井川でせき止めて徳川軍を窮地から救っている。そのため松平信康の勇猛ぶりは近隣諸国に響き渡った。たくましく育った後継者の信康を家康と瀬名は頼もしく目を細めて眺めていたに違いない。ところが突然瀬名と信康が処刑されるという事件が勃発する。この瀬名信康殺害事件の経過はおおよそ次のようである。1579年天正7年8月3日、家康が突然に岡崎城の信康を訪ねると、その翌日に信康は岡崎城を退去して大浜城に移されている。そして8月29日には信康の生母の瀬名築山殿が家臣の解釈で自害すると、瀬名の首は信長のもとに送られている。松平信康は堀江城に、そして最後には二俣城に移され、9月15日に家康の命令で切腹している。享年21であった。信康の首は信長のもとに送られ、返却されてからは若宮八幡宮に葬られている。この瀬名信康殺害事件については一次資料が存在しないためにさまざまな諸説が伝えられ、謎の部分が多い。そのため瀬名と信康の処刑は信長の命令であるとか、家康が真犯人であるなど、数々の説が今までに唱えられている。また信康の正室五徳姫が12か条の祖文を信長に送ったため、信長に瀬名と信康が処刑されたとも言われてきた。しかし近年三河物語などに記される信康の家臣
大岡弥四郎が引き起こした謀反未遂事件が直接の原因だとする説が支持されている。大岡弥四郎は家康の譜代家臣だが、岡崎城主となった信康につけられた。しかし大岡弥四郎は長篠の戦いの直前に武田勝頼と通じていたことが露見して、1575年天正3年に処刑されている。弥四郎は岡崎城を乗っ取って信康を自害に追い込み、信長と家康の連絡路を遮断する謀反計画を企てていた。そして大岡弥四郎の謀反が露見したために焦った武田勝頼が無謀な長篠の戦いに突き進んだとも言われている。結局武田勝頼は長篠の合戦で大敗を喫し、名門武田氏は滅亡への道をたどっていく。もしも大岡弥四郎の謀反計画が露見していなければ、信長と勝頼の立場が逆転していた可能性も否定できない。資料によれば、名前が大賀弥四郎とも伝えられる大岡弥四郎事件は、織田信長にとっては看過できない重大事件であった。松平信康の行状を独自に調査した信長は、家康の家老酒井忠次を呼びつけて、大岡弥四郎事件への信康の責任を追及した。信長は信康の謀反への関与ではなく、信康の家臣への監督責任を追及したのである。しかし酒井忠次は烈火のごとく怒り狂う信長に対してほとんど弁解できなかったようである。この時信長は信康の責任は追及したようだが、瀬名の責任については全く触れなかったようである。帰ってきた酒井忠次に信長の様子を聞いた家康は奥の間にこもって3日間ほど思い悩んだようである。そして家康はこの事件の後、信康を弁護しなかった酒井忠次を生涯恨み辛く当たったとも言われている。岡崎城に出向いた家康は信康の命を救いたい一心で信康の居場所を転々と移しながら信長の怒りが静まるのを待っていたに違いない。では信長には責任を追及されなかった瀬名がなぜ自害したのだろうか。それは時間を置いても信長の怒りは収まらなかったからのようである。これはあくまでも想像だが、瀬名は自分の命を犠牲にして我が子信康の除名を信長に嘆願しようとしたのではないだろうか。その話を瀬名から聞いた家康は悩んだが、嫡男信康のためについに家臣を介錯に送って瀬名を自害させた。瀬名の首は信長のもとに送られたが、それでも信長は信康を許さなかったのだろう。そのため家康はやむを得ず信康に切腹を命じたに違いない。家康は徳川家存続のために愛妻と愛息を同時に失うという悲痛に耐えたのである。家康は後に関ヶ原の合戦で形勢が不利になると、信康が生きていればと側近に漏らしたという。また徳川家を去った信長の娘五徳姫は冷遇したが、信康の残した2人の姫は厚遇している。徳川家康が瀬名と信康の死を惜しんだ証拠ではないだろうか。以上はあくまでも新しい仮説の一つだが、瀬名・信康殺害事件についてのさまざまな議論に一石を投じることを期待したい。